私が7歳になった年、父は交通事故で亡くなりました。母は初恋の人と再婚し、私は自分の家の中の孤児になりました。新しい家族として初めての夕食で、義父のリチャードは新しいルールを宣言しました。今夜からと彼は言いました。この家のすべては五分五分だ。私はスペアリブを1本持っていました。すると彼はまだ7歳になったばかりの私を見て、この食事代として$300を請求すると言ったのです。私は嬉しそうにリブをかじっている義理の妹のティファニーに視線を移しました。ティファニーだってリブを食べてるのに。どうして彼女は払わなくていいの？ティファニーは俺の身の娘だからだ。リチャードは静かな口調で言い切りました。俺は彼女を愛している。彼女は俺の実の娘であるという特権を持っているんだ。私は母の方を見ました。彼は間を置かずに続けました。お前の母さんは俺の妻だ。俺は彼女を愛している。だから彼女もまた一定の特権を享受できる。お前には俺と血はつながっていない。絆もない。俺にはお前を養う義務はない。リチャードの家族内割り勘システムを徹底するため、家の中のあらゆるものに値札が付けられました。冷蔵庫の扉には価格表が貼られています。リンゴ1個$1。牛乳1パック$2。残り物1人前50セント。母とティファニーには特別な特権がありました。彼女たちはいつでも冷蔵庫を開けていいのです。私は冷蔵庫を開けたかった。でも、支払うお金がありませんでした。リチャードの声は冷たいものでした。金もないのに、まだ飯を食おうっていうのか？私はそこに立ち尽くし、黙っていました。彼はしぶしぶ折れたふりをしました。よかろう。今はお前の借金として帳簿につけよう。それから、お前とエレノア、個人ローン契約を結ぶんだ。利息はハイリスクレートつまり等し 0.1 で、お前が18歳になるまで複利で計算する。成人して収入を得たら、一銭残らず返済する。こうして私は、使う電気の1ワット、食べる米の一粒一粒にまで請求されるようになりました。リチャードと母がティファニーを連れて行くバケーションの費用さえも、その家族内割り勘システムのおかげで、私は大人になるまでに$60万以上の借金を抱えることになりました。借金が天文学的に膨れ上がらないよう、私は質素に暮らしました。ティファニーの古着や靴をゴミ箱から漁って着ることもありました。時には路上で食べ物を恵んでもらうことさえしました。ある冬、インフルエンザが大流行しました。私も高熱を出しました。体温計はほぼ華氏104度、約40を示していました。燃えるように熱く、文字通り燃え盛る石炭のようでした。当然、リチャードと母が最初にしたことは、帳簿を取り出すことでした。電卓を叩いて猛烈に計算した後、彼らは新しいローン契約書を印刷しました。クロエ、病院には行っていい。だが、理解しておけ。医療費は底なしの穴だ。診察料、血液検査、点滴簡単に$1000以上かかるぞ。クロエ、お前も両親と同意したはずだ。家族の経費は折半。クロエが熱を出すような個人的な予期せぬ出費は自己負担だと。でも、自分で支払う余裕はありませんでした。だから、私はリチャードと母ともう一つのローン契約を結んだのです。結局、リチャードと母は私を病院に連れて行きませんでした。救急外来に行くのは高すぎる、無駄な資源の浪費だ、とリチャードは言いました。彼は近所の薬局に車で行き、解熱剤1箱と安価な抗炎症薬を買ってきました。総額$15。リチャードが薬を手に私の部屋に入ってきて、母がその後ろにひっそりとついてきました。
クロエ、たとえお前が俺の身の子じゃなくても、それは構わないってわけじゃない。この分は俺が立て替えてやる。それに俺の時間に対する5ドルの手数料を加えて、合計50ドルだ。彼は薬を私のナイトテーブルに置きました。それから1枚の紙とペンを差し出しました。まずローン契約書にサインしろ。サインしたら薬をやる。でも私は燃えるように熱く、目を開けるのも重たかった。ママ。私の声はかすれたささやきでした。彼女は顔を背けました。さっさとサインしなさい、クロエ。サインして薬を飲みなさい。そうすれば楽になるから。私は熱の苦しさをこらえ、震える手で。ローン契約書に判読しがたいほどに殴り書きで名前を書きました。しかし、サインが終わったその瞬間、ドアの外からティファニーの声が響きました。パパ。ママ。指を切っちゃった。すごく痛い。母はバネ仕掛けのように飛び起き、台所にいるティファニーのもとへ駆け寄りました。彼女の声は、苦しいほどの心配と優しさに満ちていました。どうしたの、私の可愛い子？あらま、ママに見せて。血が出てる？リチャード、行きましょう。うちの可愛いベイビーを病院に連れて行って、手当てして、破傷風の注射を打ってもらいましょう。こういう切り傷は、小さなことでも大きなことになるかもしれないし、感染のリスクは取れないわ。外でリチャードが慌てて車を始動させる音を聞きながら、私はベッドに横たわり、涙が頬を伝って流れました。理解できませんでした。なぜ、下肢104度の高熱でうなされている私が、たった50ドル分の薬しか与えられず、その支払いのためにローン契約を結ばされるのか？一方、指に浅い切り傷を負っただけのティファニーは、破傷風の注射のために無料で救急外来に行けるのか？家族の長児であるティファニーは、私の目の中の疑問を見て取りました。彼女はにっこり笑いました。だって私はパパの身の娘だから。パパは私を愛しているの。そして、あなたのママは私のパパを愛している。だから、当然、彼女は一番私のことを愛しているのよ。ティファニーはリチャードの身の娘だったので、彼女は2人から愛を受けました。私はただ、母の血を引くだけでした。だから成長するにつれて、私が積み上げたのは思い出ではなく、雪だるま式に膨れ上がる、冷たい借金でした。学校で友達を作る時間さえありませんでした。サタデー、大学進学適正試験が迫っているにもかかわらず、私は毎日の昼休みに缶を集め、クラスメートの用事折り、体育館の裏で落ちこぼれの子たちの宿題を代行していました。1005ドルで。しかし、まさかプラスチックボトルを拾っている最中に、ティファニーとその友達にレンガ壁に押し付けられることになるとは思いませんでした。ティファニーは制服のポケットから折りたたんだ紙を取り出しました。それは2日前に私がリチャードと結んだ、来月の生理用ナプキンのためのローン契約書でした。ほら。言った通りでしょ？一言一句本当なの。クロエはナプキンを買うのに、私のパパから借りて借用証書にサインしなきゃいけないんだって。彼女、うちにすでに60万ドルも借金があるのよ。まだ18歳にもなってないのに。完全な金食い虫。一銭も稼がないくせに、あたかも何でもないみたいに使っちゃう。他に何にお金を浪費してるか分かったもんじゃない。マジで。彼女の周りにいると、あなたの財布も消えちゃうかもよ。ティファニーは私のことを友達へのゴシップのネタとして提供していたのです。ささやき声が私の周りを囲みました。顔がほてりました。一つ一つの秘密を暴露されるたびに、ティファニーはその場で消えてしまいたい気持ちにさせました。目が熱くなりました。私は借用証書に手を伸ばしました。しかし、ティファニーはそれを高く掲げました。
その後、彼女はただ見せびらかすだけではなく、それを学校の中央掲示板に貼り付けたのです。みんなに私たちのトップ学生の正体を見せてあげよう。完璧な成績なんて何の役に立つの？彼女はもう60万ドルも借金してるんだから。中身はゴミ同然よ。その午後、私は学校中の笑い者になりました。ナプキン借用者が私の名前になりました。担任の先生がティファニーと私を職員室に呼びました。先生は良識のある方でした。彼女はティファニーをその無礼さについてきつく叱り、それから私たちの保護者を呼びました。リチャードと母は2人とも来ました。きちんとしたスーツを着たリチャードは洗練された紳士そのものでした。職員室に入るとすぐに先生に謝罪しました。しかし、先生が女の子のプライバシーを守ることや基本的なニーズを満たすことをそっと持ち出すと、リチャードはメガネを直し、微笑みました。先生、誤解されていると思います。これは私たち家族の金融リテラシー教育の一環です。クロエは以前から財政的責任感に欠けていました。費用折半システムや個人ローンはすべて彼女に自立心を教え、現実の世界に備えさせるために設計されたものです。先生は言葉を失いました。職員室の外、人気のない廊下の隅で、リチャードと母の礼儀正しい笑顔は消えました。リチャードがスマホを確認すると、母はすぐに理解して私を責め始めました。クロエ、あなたが学校で起こしたこの騒動のせいで、リチャードと私は仕事を抜け出さなきゃいけなかったの。リチャードの時間単価は1時間500ドル。私は300ドル。それにガソリン代50ドルを加えて、合計850ドルの借金があなたにできたわ。母は素早く数字を書き留めました。これはあなたのせいよ。あなたは父親と私の両方に不必要な時間コストを負わせたんだから。こうして私の借金はまた増えました。帰り道、ティファニーは嬉しそうにリチャードと母の手を握っていました。ただ私だけが取り残されました。ティファニーは突然振り返り、私に向かって舌を出してにやりと笑いました。その晩の夕食で、母は突然口を押さえ、それからバスルームに駆け込みました。リチャードは凍りつきました。すると彼の目が輝き、フォークがテーブルにガチャンと音を立てて落ちました。エレノア。彼はバスルームのドアに駆け寄り、ノックしました。どうした？まさか。その推測はすぐに病院で確かめられました。42歳の母は妊娠していました。彼女はリチャードの子供を妊娠していたのです。母はお腹をさすり、幸せそうに顔をあからめていました。愛の結晶の到来に、リチャードと母は上機嫌になりました。リチャードは私を見ました。私たちの新しい家族が最高のスタートを切れるよう、資源を再配分する必要がある。だから、クロエ、お前の部屋は未来の弟の保育室として使わせてもらう。私の心は沈みました。じゃあ私はどこに住むの？リチャードはテーブルをトントンと叩き、バルコニーを指さしました。エレノアと話し合った。バルコニーのその一角を囲って、お前のために折りたたみベッドを置こう。バルコニー？それは冬は風が漏れ、夏は焼けつくような日差しにさらされ、きちんとした屋根さえない場所でした。私が泣き出しても、リチャードと母は頑として譲りませんでした。彼らの言葉は私に理解を求める要求に満ち、その口調は完全に非妥協的でした。新しい家族が増えるんだから、家計の支出も引き締めないと。クロエ、あなたももうすぐ高校卒業だ。立派に大人として働ける年齢よ。来年高校を卒業したら、大学のことは忘れて。お前は働いて、パパと私への借金を返済するんだ。いや。私は学校に行かなきゃ。
先生たちは、教育が私の唯一の逃げ道だと言っていました。私は激しく抗議しましたが、母は怒って私を平手打ちしました。リチャードと母は、黒い革の帳簿と私のサインが押されたローン契約書の束を私の前に投げつけました。はっきりさせておけ、お前はリチャードの子じゃない。私たち家族には、特にここまでの割り勘システムを経た後で、お前を成人するまで養う義務はない。お前がどれだけの借金を抱えてるか分かってるのか？お前はもう巨大な負債、完全な赤字プロジェクトなんだ。私は腫れた方を押さえ、妊娠の喜びに浸っている母に視線をやりました。ママ、忘れたの？私はリチャードの子じゃないかもしれないけど、私はあなたの娘です。でも、母はただうつむき、妊娠したお腹をさすりながら、リチャードの子供を身ごもった喜びに浸りきっていました。長い沈黙の後、私の恨めしい視線に居心地の悪さを感じた母は、ようやく顔を上げ、まるで決心したかのように言いました。クロエ、パパと私を責めないで。子供を育てるのにはお金がかかりすぎるの。あなたの弟は生まれる前からミルク代や教育資金が必要なんだから。あなたはもう十分に大きいんだから、分別をもって手伝うべきよ。それに、あなたはすでに私たちに膨大な借金を。私の目には涙が浮かびました。私は信じられないという様子で母を見つめました。ついに理解しました。この家では、私はただの借金を抱えた部外者でしかないのだと。黙って、私は荷物をまとめに向かいました。母とリチャードの子供は、まだ生まれてもいませんでした。しかし、彼らがどれだけ自分の肉親を大切にしているかを示すために、彼らは早めに保育室の準備をすることに決めたのです。それで、彼らは予定より早く私をバルコニーに追い出しました。バルコニーに出された書や、私はまた熱を出して倒れました。窓をしっかり閉めても、風や雨はあらゆる隙間から入り込んできました。まるで湿っぽく風の通る氷の箱の中で寝ているようでした。毎晩、私は毛布を2枚巻きつけて眠らなければなりませんでした。ある夜、喉の渇きで目が覚め、リビングからお湯を一杯もらおうと思いました。リビングに入ると、コーヒーテーブルの上に食べかけのチェリーの箱が見えました。大きく濃い紫色で誘い込むような甘い香りを放っていました。その横にはリチャードからのメモがありました。ハニー、このオーガニックチェリーはエネルギーと輝きのために、特に私たちの小さな赤ちゃんのビタミン補給に。1ポンド40ドルもするから外部のものが触らないようにね。もちろん、その外部のものとは私のことです。私はそのチェリーの箱を見つめました。心の中で冷笑が響きました。ちょうどその時、主人寝室からかすかな声が聞こえてきました。水をちょうだい。リチャードは出張で不在でした。ティファニーはいつものように友達の家に泊まりに行っていました。二人とも今夜は家にいませんでした。私はドアを押し開けました。母はベッドに横たわり、顔色が青ざめ、額には冷や汗が光っていました。妊娠の負担が大きかったのです。暗闇の中で足がつり、喉の渇きと痛みの両方に睨まれていました。私を見ると、まるで当然の権利であるかのように話し始めました。クロエ、耳が聞こえないの？ずっと呼んでたのに。私が苦しんでるのが見えないの？私の足を揉んで。今すぐ。小村帰りが痛いの。私はベッドの脇に黙って立ちました。ママ、今は夜中の3時です。私は弱踊りじしい母を冷たく見つめました。これは勤務時間外です。夜間ケアサービス料金は2倍です。母の目は見開かれ、まるで私が別人かのようでした。何を言ってるの？だって私は今まで
リチャードと母に逆らったこともなければ、こんな冷たい口調で話したこともなかったから。その瞬間、母は私が全くの見知らぬものに思えました。クロエ、私はあなたの母親よ。それにあなたの兄弟を身ごもっているの。ただ足を揉んでほしいだけなのに、どうしてそんなことまで言えるの？母親と娘でも、帳簿はきちんとつけるべきです。私から母としての特権は得られません。それこそが、あなたとリチャードが私に教えたことです。私は彼らのように計算を始めました。すべてを数字に還元して。すべてに値段がついています。水を汲んでくる10ドル。15分間の足マッサージ、基本料50ドル。勤務時間外なので30ドルの割増料金が適用されます。合計90ドルです。激怒した母は枕を掴んで私に投げつけました。私は冷たく避けました。枕は床にドスンと落ちました。もちろん、それを拾って欲しければ、ママ、それでさらに5ドル追加です。私はまたメモを書き加え、無表情な顔をしていました。従順な子供は、とっくにいなくなっていました。ママ、お断りになるのは自由ですよ。結局それは、あなたの痛みですから。そして、あなたのお腹の中のリチャードの子供が、その代償を払うことになるんですから。そう言って、私は去ろうとしました。待ちなさい。母は金切り声を上げ、片手がお腹を覆うように動き、まるで赤ちゃんを守るかのようでした。痛みで額に汗が浮かんでいました。わかったわ。水を取って。足を揉んで。ただただ私の借金として帳簿につけなさい。私の唇に冷たい微笑みが浮かびました。すみません、ママ。あなたは仕事を辞めましたよね。収入のない人には融資できません。私の利益率は薄すぎて、慈善事業はやっていません。先払いです。それから作業に入ります。私の突然の変化に直面し、母は怒りで震えました。しかし、足の痛みは現実でした。それに押されて、彼女は要求を受け入れざるを得ませんでした。私は代金を受け取りました。それから約束通り、水を汲みに行きました。歩み寄り、布団をめくり、彼女のふくらはぎのマッサージを始めました。私の心は静かな池でした。もう一辺の感情の波さえ残っていません。これからは、この家には母親もいなければ娘もいません。いるのは依頼人とサービス提供者だけです。私はもうリチャードと母が享受する特権を渇望しなくなりました。彼らがバルコニーを私の部屋に変えて以来、私は計算し始めました細部まで徹底的に。私はその空間の独占的使用権を主張しました。私の許可なく誰も入ることはできず、彼らのものもそこに保管することはできません。リチャードと母は私を恩知らずのろくでなしと呼びました。私は気にしませんでした。